さんこんにちは、あおいです。はーい。今日は、最近ねお家で過ごす方も多いと思うので、私のおすすめのお家での過ごし方を紹介していきたいと思います。はい、ということで今日はお家でのおすすめの過ごし方を紹介していこうと思います。で、おすすめの食べ物だったりとか映画、ネットフリックス系と、あとはルームグッズを紹介できたらなと思います。で、前までは結構休日は友達と会ったりとかお買い物に行ったりとか、とにかく外に出て、そう人と会うことが私のリラックス法だったんですけど、ここ数ヶ月とかは結構ネットフリックスとかにハマっちゃって、お家で一人でゆっくりするっていう時間も増えてるので、最近コロナとかだったりでお家で過ごすことも多くなってると思うので、今日は私の過ごし方を紹介できてればなと思います。では早速紹介していきたいと思います。まずは食べ物からおやつを紹介したいと思います。買ってきた今日で、私普段おやつ食べますかって質問も来るんですけど、おやつは食べる日食べない日があります。毎日食べるってわけじゃないけど、例えば雑誌の撮影とかだと結構おやつがあったりとかするので、その時食べちゃったりとか、オフィスデーですっごいパソコンと向き合ってる時とかはやっぱちょっと休憩とかで口が寂しくなっちゃうのでお菓子を買ったりとかするんですけど、その雑誌の撮影ですごいお菓子が置いてあった時にみんなでハマったお菓子があって、そこをどこで買ったんですかって言って、教えてもらったお菓子がこれです。これ成城石井のちょっと高級スーパーにある、韓国風海苔店、これ超美味しくて、もうみんなスタッフさんとか撮影チームの人とかもうみんなドハマりして、私も自分で行ったら買っているこの韓国海苔店が最近の、私のブームです。これ一回開けるとほんまに止まらなくて、もう気づいたら一袋食べてしまうので危ないんですけど、1枚食べようかな。海苔店です。美味しいんですよ。これいただきます。うまっ。こんな感じでジップロックなのでこうちょっとずつ食べることができるし、すっごい海苔の風味とごま油が効いてるからめちゃくちゃ美味しくて、こうカリカリ食感もすごいいい。私チョコレートとか甘いものはそんなに食べなくって、フルーツの甘みは好きなんですけど、なんていうんだろう、生クリームとかチョコレートっていうのはあまり普段食べなくて、よっぽど疲れてる時とかは体が欲したりするんですけど、それ以外の時はこういうしょっぱいおやつが好きです。おせんべいとかポテトチップスとか結構スナック菓子が好きなんですけど、食べ過ぎ注意なので、私は最近はこういうおやつが大好き。これ梅味もあるんですけど、梅味も超美味しい。でも私はこっちの方が好きかな、どっちかっていうと。1つ目はこれでした。でもう1つはこちらプルーン。私もともとちっちゃい時からお通じがすごいいいタイプではなくて、おばあちゃんがそんな葵のためにって言ってこのプルーンをよくくれてたんですけど、最近また昔よりはお通じが良くなったんですけど、そういう時もあるのでおやつ感覚で食べてます。特にここがじゃないといけないってこだわりはないんですけど、これはジップロックがあるからこんな感じで美味しい。これもすっごい気づいたら食べてしまうので気をつけてください。しかも毎日の健康と美容にみたいな感じで体にもいいのでこれを食べてます。おやつでいうとこのジップロック付きでこういうお菓子がおすすめですって感じかな。次、最近はティーにハマっていて、私のマネージャーさんがすごいティーが好きでいろいろおすすめを教えてくれるんですけど、ルイボスティーが好きなのでルイボスティーをいろいろ聞いていて、で最近その成城石井に行った時にこちらルイボスティーアールグレイシトラスっていう何種類かあるんですけど、今回はこれをセレクトしてみました。結構私はアールグレイが好きなのでアールグレイだったりとかダージリンも飲むし、ルイボスも飲むし、レモンティーも飲むし、でこれはノンカフェイン
のルイボスティーなので、結構コーヒーだったりとかアイスティーを飲んだりすることが多いので、カフェインをね取りすぎちゃうことが多いので、カフェインなしのものを買ってみました。これすごく当たりだった。飲みやすい。私はこんな感じで、このマグカップはフライングタイガーで250円だったはず。で、ルイボスティーを飲むときは、あれを入れない、お砂糖を入れないでお茶感覚で飲みます。最近私温かい飲み物を飲むのが苦手なんですけど、飲めるようになってきたというか、やっぱりすっごい冷え性なので、最近外はあったかいけどやっぱ芯から冷えてることが多くて、お家の中とかでも床暖についてたりとか暖房ついててもすごいね、手足だけが冷たいことが多いのね。だから奥から芯から温めるために温かい飲み物必須です。意識して飲むようにしてます。でもこのルイボスティーは他のルイボスティーに比べてアールグレイとあとシトラスが入ってるからすごい飲みやすい、すっきりしてるので苦手な人でも大丈夫だと思います。私前からね、ネットフリックスにハマっちゃって、すごい自分の中で1時間リラックスする時間を取るようにしていて、半身浴をしながら映画を見たりとかドラマを見たりするんですけど、シリーズもので見ていたこちらブラックリスト、これがなんとシーズン1からシーズン6まであるんですよ。で、だいたいシーズン1だけでもなんかね22話あったりとか、もうとにかくだいたい45分ぐらいの、ドラマがシーズン6まで続くわけですよ。もうめっちゃ面白くて、なんかネタバレになっちゃうから、簡単に言うと、悪いなんかずっと捕まらずに警察から逃げてきてた人がとある日に急に、FBI に出頭して、なんかいろいろ悪い事件を解決する手助けをする代わりに自分を無罪にしてくださいみたいな風にやっていく話なんですけど、もう愛もあるし頭の良さもあるし、もうとにかく面白くて私はハマっちゃって、シーズン6までついに見終わってしまいました。でもまだシーズン7まで続くらしいのよ。で調べたところ4月の28だったかな、なんかそれぐらいにまた出るらしいのね。私結構戦う警察系が好きで、なんか銃バババーンとかそういうの結構好きなんですよ。だからそういうのが好きな方ぜひ見てほしい。もう私ネットフリックスおすすめあるって言われて、なんかこれもともとそういうのが好きな人におすすめしてもらって見たらまんまとハマっちゃったんだけど、なんか聞かれたらそれをみんなにおすすめおすすめって紹介してるやつなので、ブラックリストをよかったら見てみてください。でこれはドラマだから長い間続いちゃうので、続きが気になっちゃうじゃないですか。でもセントラルインテリジェンスっていうやつで、これ今日の映画第9位日本でってそのトップ10の中に入っていて、すごいおすすめで出てきてマッチ度が 98% だったから、このワイスピに出てる人が出てるんやけど、すごい面白そうと思って見たら、これも CIA とかなんかそっち系なんですけど、ちょっとコメディーな感じで面白かった。1時間、47分で終わるので、ちょっと今日午後からお家にいるなとか、なんか映画一本見たいなっていう時にこのお菓子とティーを用意しながら見てほしいな。なんかこういうアクションだったりとか警察系でおすすめのやつがあったらぜひコメントしてください。最後におすすめしたいのが、ホームフレグランス、ホームスプレー、なんかルームスプレーかな。なんかお家で過ごす時も最近香りをすごい大切にしていて、お外に出る時はやっぱ気合を入れたりだったりとか、その時のファッションに合わせて、香水をつけるようにしているんですけど、お家で過ごす時は逆にウッドな香りが多かったりとか、すごいリラックスができるようなアロマの香りだったりとかが多くなってます。でイソップのホームスプレー、なんか空間に振るやつがあるんですけど、それを振ったりとか、最近はオーガニックコスメに行った時に店員さんにおすすめしていただいてゲットしたのがこれです。
12星座のアロマルームスプレー、12個あるんですけど、私は、星座でいうと8月15日生まれなので獅子座なんですけど、どういう風に選べばいいかっていうのを、簡単に説明すると、私は獅子座なので獅子座を選ぶと今自分が持っているけど足りていない本来のパワーだったりとかを、こう満たしてくれるのが獅子座です、私にとっては。それじゃなくっても直感で香りを選ぶ。で直感で香りを選ぶと今本当に自分が欲しているものを補うことができたりします。であとは自分がもともと持っていないというか、もともと少ないなって思っているパワーを補いたいなっていう時は自分の星座の逆の星座を選ぶといいらしくて、私は獅子座なので反対の星座でいうと水亀座らしい。で水亀座を選ぶともともと自分に少ないパワーをこう補えるらしいんですよ。で獅子座にするか水亀座にするか直感にするかで悩んだんですけど、全部その成分とかその効果を関係なしにそれを見ずに香りを12個嗅いだらビビってきたのがこの天秤座の香りで、その後になんて言うんだろう、その成分を見たらゼラニウム、ベルガモット、ローズマリーとかが入っているこの香りになっていて、私すごいゼラニウムが大好きなんですけど、ゼラニウム入ってるわってなって、その後にこの効果、天秤座の効果を聞いたら、バランスをとって、穏やかになりたい時、女性特有の心の揺らぎ、安心感を求めている時におすすめですよって書いてあって、で香りっていうのはその自分の今の気持ちとかをすごいこう出してくれるアイテムになっていて、私今ちょうど、女性ホルモンが乱れる習慣になっていて、女性だったらあると思うんですけど、そのタイミングだったのでこれがビビってきたみたいで、すごい香りとその気持ちが連動しているなと思って、今回はこの香りにしました。で使い方としては空間に振ったりとか、洋服に振ったりとかしてもいいみたいなので、私はお家で過ごす時に近くのソファーに振ったりクッションに振ったり、寝る前にリラックスしたいなっていう時とかはパジャマのね、下半身の方に振ったりとかカーテンに振ったりとかするようにしています。こんな感じ、見えないんだけどなんて言うんだろう、細かい霧状になっていってめっちゃいい香りめっちゃいい香りなのでちょっと振ってあげることもおすすめです。なんかお家におる時って、お外に行けない分お家にずっと引きこもってると結構ストレスが、知らない間に溜まってたりとかするので、そういう香りでねこう気持ちを落ち着けたりとかってすごい、大事な効果だと思うので、よかったら気になる人は見てみてください。はい、ということで私のおすすめのお家での過ごし方紹介でした。最近やっぱりお家で過ごすことがね、前よりも増えている方が多いと思うので、少しでも参考になればいいなと思って、紹介してみました。でお家で過ごすのもぼーっと過ごすのもいいと思うんですけど、自分がどう楽しんで、過ごせるようにするかだったりとか、新しい発見もねできるいいチャンスだと思って、みんなの自分のこうリラックスできる方法を見つけてもらえるきっかけになればいいなと思います。で私も普段なかなかお家でこうバタバタ忙しくてもお家でゆっくり過ごすっていうことがなかったタイプなので、最近そういう過ごし方をしてみて自分が好きな映画を見つけることができたりとか、自分がこう今まで気をつけてなかったことを気をつけるようになったりとかっていう変化もあったので、よかったらみんなも試してみてください。また何かおすすめがあれば紹介したいと思います。なんかこういうティーが美味しいよだったりとか、こういう映画おすすめだよとかいろいろあればぜひコメントでお待ちしております。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。